こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、約8000個の建築材を一気に積み込んで、ピラミッドがついに雲の上に突き抜けました。意外と雲が建築の邪魔になっていたわね。視界に雲がかかって見えにくいだけと思っていたのは甘かったです。雲一つない晴天こそが建築日和ということを新たに学んで、今からまた、建築材集めにマイクラの世界を駆け巡ります。つまり地下まで走っていくってことね。さて肝心のレッドストーンの数ですが、鉱石が4スタック半、ブロックが8スタック半ほどあり、これらをまず集めにかかります。集める数は、次の77層目に積むとしても700個、つまり11スタックあれば十分です。レッドストーンなら山岳拠点にも少し残してなかったかしら。まるで記憶にございません。まあ山岳拠点によるのは約5ヶ月ぶりなんです。どんなアイテムが保管されてるか、覚えていなくても当然ですよね。昔の動画を引っ張り出すのが面倒だったのね。さて、ここで余計なものを一つ持っていけば、その分ワンスタック建築材を持ち帰れなくなります。アイテム一つの選択が重要です。そういえば防具の耐久ゲージは、結構減ってますね。基本ゴリ押しだものね。でも全部耐久力3だし、まだ大丈夫かな。さて、ようやく準備 OK です。山岳拠点に移動します。なおちょっとワクワクするのは秘密です。足取り軽いのがバレバレよ。あ、いや、持っている荷物が軽いだけです。さて、山岳拠点に行く前に一仕事ありまして、カラーブロック以外の建築材では、当面必要なのは3種類で、3つ目は作業台にしようと思うんです。そこで、以前自然との戦いを繰り広げたこの島にやってきました。確か森林バイオームで覆われてた島よね。もはや残った緑は島の北東のちびっとだけなんです。さて記憶の限り、この島に立っていたダークと白樺の木は、ほぼ全部ピラミッドに組み込まれているんですよね。改めて莫大な量の原木を回収してきたことを実感します。ただまあ、現時点でこの島の原木だけでは足りないことが判明しているんですけどね。ジュークボックスや音符ブロックもまだだものね。そして14分ほどの作業で、ついに島の木を全滅させました。思えば原木を求めて、この島に上陸したのは企画序盤の頃だったと思います。長い戦いでした。で、次はもちろん、この地図上の自然全部に戦い挑むのよね。いやもうそろそろ自然とは共存したいお年頃です。さて山岳拠点の入り口にやってきたところ、もはやタイムカプセル化したチェストがありました。何か役立つものはあるかな。うおーひどいです。見事にいらないものばかり。でも回収するんだ。そして、ちらっと見えた金鉱石の脇を降りていくと、ようやく山岳拠点に到着です。と、そっかご近所さんにモブが住んでいました。自然トラップも健在のようね。おかげでモブの声に怯えずに住んでます。さて、エンダーチェストをどこに置いたらいいものやら、トロッコにかすめないようにしたいのですけど。そして20秒で気づいたのですが、エンダーチェストは掘りに行くとき持っていくものでした。どこに置いても変わらなかったわね。さて保管物の方ですが、使えるものといえば火薬が少々。そしてコツコツ昔作ったであろう、無駄なエンチャント本が大量に保管されていて。うおー、石炭も鉄もこんなにあったのか。それよりレッドストーンブロックが多すぎじゃないの？いくつか鉱石のまま回収してたら収集終わっていたわよ。まあプレイ中は下田と思いましたが、後から調べてみたら、偶然にもちょうど良い量が集まっていました。というのは、レッドストーンはさりげなく色々使うんですよね。材料に使う7種類の建築材だけでなく、砂などの落下する建築材をピラミッドに積むときに、下支えにするトーチの材料にも使います。これら合わせて多めに見積もると、
レッドストーンブロックが17スタックほど必要。今手持ちの数でほぼピタリです。でもまだメガタイガを探すときに、どれだけ地図の材料で使うかわからないわよ。そこは想定しないお約束です。さてそういうわけで、レッドストーン鉱石をあと6スタック集めるところまで掘り進めます。で、採掘用地図の方はこんな感じです。今は28周目で、まあまだまだエメラルドは取れるでしょう。あと10何周かは大丈夫そうね。さて手始めに石炭を掘り当てました。少し悩みましたが、今回は全鉱石を鉱石のまま回収します。そして後でばらす時にまた愚痴るのね。いやまあ、さっきの石炭ブロックの在庫で当分足りるはずです。そして2分ほどして今度はレッドストーン。実は私も、全鉱石回収は結構重荷に感じるのですけど。でもおそらく今回のブランチマイニングで、レッドストーンを回収お持ち帰りするのは最後になると思います。そう考えると割とツルハシが進むんですよね。モチベーションのおかずなのね。さてそこから4分で、洞窟を掘り当てました。まあまあ慣れているはずですが、久々なだけにおっかないです。ついクリーパーに期待してしまうわね。そこからしばらく掘って、ようやくこの周回の折り返し地点に着きました。開始からもう20分以上経過してます。つまり1周40分超えのペースね。実はこの辺りの周回であれば、ダイヤと金だけ回収して回れば1周10分もかからないはずです。やっぱり全鉱石回収は重いです。さてその後、いかにもゾンビがいそうな洞窟を掘り当てて、なるべくインベントリを埋めたくないのですが、ゾンビ肉は仕方がないようです。ってなんで人参がこんな時に。運がいいわね。いやかなり悪いと思います。そしてここでようやくダイヤが見つかって、これで7種類の鉱石が揃いました。で、その後は、鉱石採掘中にちらっと空が見えたので、ついつい日の入りを見たくなってしまいました。まあ結局角度が悪くて諦めたんですけど。さっきまで散々空見てたでしょうに。地上で見ても味気ないじゃないですか。そして28周目終了です。やはり40分以上かかりました。で、レッドストーン鉱石の成果は約2スタック。目標数まであと2周も掘れば達しそうです。となると、あと1時間20分ほど掘るのね。まあ今回は軽めと考えていたので十分です。さて続いて29周目に入ったところ、石炭掘ってて洞窟ぶち抜いたらエメラルド発見です。基本無茶はしない方針ですが、エメラルドでは仕方がありません。集めにくい鉱石だものね。それから12分して、広めな洞窟をぶち抜きました。あくまでドロップ的な意味で、モブが出てこないか心配です。まあでも本当に今回は運がいいようで、私が洞窟を越えるまで待っていてくれました。運がいいなら出てこないんじゃないの？で、29周目は無事にモブドロップが増えずに終了。この時点でもうエンダーチェストはほぼいっぱいで、あと1周分の鉱石を持ちきれるかが判断しどころです。改めて持参アイテムを見てみると、ちらほらいらないものを持ってきているんですよね。斧とチェストはいらなかったわね。まあなんとかなるかな。拠点によらずもう1周続行します。そしてラスト1周の30周目を掘り始めたところです。なんだか近くにいそうね。しかも方向的には前方。嫌な予感がします。うお、丸石が置けないってことは。不を打ってクリーパーもいたの。おおなんというナイス溶岩。おかげでドロップさせずに済みました。さて、ようやく残り半周のところまで来ました。その6分後にレッドストーン鉱石を採掘して、インベントリが1枠埋まり。さらに1分後には鉄鉱石でもう1枠埋まり。
そこから5分で石炭鉱脈を2カ所掘り当て、さらに1枠埋まりました。徐々に圧迫してくるわね。ここまで来ると、ちょっと掘っては石と貝は溶かしてる感じでプレイしています。そして、さらに数箇所インベントリが埋まったところでやっとゴールです。結局モブドロップは人参だけで済んだのね。運が良かったです。ゾンビ肉や火薬や装備品を拾ってたら、捨てられない病が治るところでした。さて、計画通りにレッドストーンを目標数集めて拠点に帰ってきました。そしてピラミッド拠点に持っていくブロックをぎっしりと詰めて、ちなみに持ちきれなかった鉱石はこんな感じです。で、約3時間ぶりに、ピラミッド拠点に戻ってきました。普段よりプレイが少し長かったわね。なんか、時間が過ぎるのが早かったんですよね。さて、ちまちまアイテム整理をしているところで今回はここまでです。次回は田舎暮らし拠点に出向きます。次は青と水色の羊毛ね。それと、ちょっとまだ原木が足りない分も補っておかないと。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。